こんにちは、せいかです。今日は2025年11月15日の土曜日です。最近忙しくて久しぶりのラジオになってしまいましたが、皆さんこの1ヶ月はどうでしたか？私は韓国に行ったり、ディズニーランドにたくさん行ったり、いろいろなことをしていました。韓国旅行については後でゆっくり話そうと思います。あと最近ドラマとか映画を見ましたね。ドラマだとネットフリックスで配信されているものなんですけど、ちょっとタイトルをチェックしますね。ですね、匿名の恋人たちというドラマです。これはですね、小栗旬さんと、あとは韓国の女優さんですね。ハン・ヒョジュさんが出ているドラマです。ハン・ヒョジュさんがショコラティエ、チョコレートを作る仕事をしている人で、小栗旬さんが有名な製菓会社、お菓子の会社の社長という設定ですね。で、このドラマには赤西仁さんが出てるんですよ。赤西仁さんは15年前ぐらいですかね。もうすっごく人気がある方だったんですけど、でもしばらくメディアとかには全然出てなかったイメージがあります。でもこのドラマでは思いっきり出てて、久しぶりに見ました。やっぱかっこよかったですね。そして音楽もすごく良くて、世界観もすごく良くて、冬にぴったりのドラマなんじゃないかなと思います。ハン・ヒョジュさんも日本語で演技をされています。すごいなと思いながら見ていました。すごく自然な日本語でした。ぜひ日本語勉強している方、このドラマ見てみてください。そして最近見た映画なんですけど、映画館に行って見てきたんですが、タイトルが Meets the World という映画です。これはですね、日本でもたくさんの映画館で上映されているものではなくて、上映されている映画館がすごく少なかったんですよ。なので私は家の近くにある映画館ではやってなかったので、ちょっと離れた場所まで行って見てきました。この映画はどんな映画かというと、舞台は新宿なんですね。キャバクラとかホストクラブとかがある場所です。で、主人公が腐女子という設定です。腐女子っていうのは BL が好きな人のことを言います。で、主人公は腐女子で、銀行に勤めている会社員っていう設定なんですけど、その女の子がある時キャバクラで働いている女の子と出会って、ルームシェアをして一緒に生活をしていくっていう、そんな話でした。で、私映画を見るときって結構その映像の雰囲気とかを見てみたいなって思っていくタイプなんですけど、これはまさにそれで、なんかポスターを見たりとか、予告編って言って映画が公開される前に公開されるティーザーみたいなものがあるじゃないですか。それを予告編って言うんですけど、予告編を見たときにすごく映像が綺麗だなというか魅力的だなと思ったので見に行ってきました。そしてこの主演の杉咲花さん、もう私大好きなんですよ。すごく可愛いですし、可愛いだけじゃなくて演技もすっごく上手なんですよね。なので見に行ったんですけど、良かったです。見に行って良かったなと思います。ぜひ今後、映画館でもいいですし、ネットフリックスなどの配信サイトで見れるようになったら見てみてください。こんな感じで映画とかドラマも見ていました。そして遊んでいただけではなくて仕事も頑張りました。私は今、アンナさんの日本日記という物語を作っています。これは初級の学生さん向けの動画です。ポッドキャストをアップしているこちらのチャンネルとは違うチャンネルに動画をアップしています。で、アンナさんの日本日記っていうこの物語は、実は結構前から考えていました。私はラジオで昔の思い出とか日常のことについて
話すことが多いんですけど、正直最初はこういうトピックって聞いて楽しいのかなとか面白いのかなって思ってたんですね。でも私にとって日常のこととか昔の思い出についてとか話すっていうのが楽しかったので、このスタイルで続けてきたんですけど、だんだんそのスタイルとか私が選ぶトピックが好きだと言ってくださる方が増えていったんですね。本当にありがたいです。で、そのような感想を聞く中で、日本のリアルな生活の話を作ったら面白いんじゃないかなと思って、はい、それでアンナさんの日本日記みたいな物語を作ることにしました。あと私はですね、2019年から日本語を教えているんですけど、日本語を教えている中で物語を通して日本語を学ぶっていうのがすごく効果的なんじゃないかなって感じたんですよ。はい。なので実際に作ってみることにしました。声は私が録音しています。頑張って演技しています。はい。実は私、中学生の時演劇部だったんですよ。この話を前にラジオでしたかどうか覚えてないんですけど、演劇部でした。なのでその時の経験を思い出しながら、頑張って、頑張ってというか、楽しいので楽しみながら演技をしています。はい。で、アンナさんの日本日記がどんな物語かというと、アメリカから日本に来たアンナさんという女の子が、日本の大学に通いながら、いろいろなことを経験していくっていう様子を描いた物語です。ただ大学に通うだけではなくて、サークルに参加したり、飲み会に参加したり、バイトをしたり、恋をしたり、まだアンナさん恋はしてないんですけど、今後、そんな物語を作っていけたらなと思っています。ただ勉強する時間っていうわけではなくて、楽しい作品になるように頑張って作っているので、興味がある方はぜひ、そのチャンネルもチェックしていただけたら嬉しいです。概要欄にチャンネルのリンクを貼っておきます。はい、ということで、ちょっと話しすぎちゃいましたね。久しぶりだったので、話したいことがたくさんあって話しすぎてしまいました。いつもこんな話も聞いてくださってありがとうございます。では早速今日の内容に入っていこうと思います。今日は韓国旅行について話そうと思います。今回私は3泊4日でソウルに行ってきました。ここ数年は一人で行くことが多いですね。韓国に行って学生さんに会ったりとか、友達に会ったりとか、一人で買い物したりとかしています。で、今回も一人で行ってきました。日本と韓国って近いじゃないですか。飛行機に乗って2時間半ぐらいで行くことができます。なので、韓国は日本人に人気の旅行地です。旅行する場所ですね。はい。私は初めて韓国に行ったのは高校2年生の時でしたね。通っていた高校の修学旅行で行きました。はい、今考えたらすごいですよね。修学旅行で韓国に、外国に行ったんですよね。はい。で、その時は修学旅行だったので、韓国の学校の高校生と交流したりとか、あとは高校の友達と一緒に買い物したりとか、あとは劇を見たりとかしましたね。で、すごく覚えてるのが、その時プルコギを食べたんですよ。肉の料理ですね。で、私プルコギ自体は小さい時からずっと食べていて、なぜかというとコストコにプルコギがあるんですよ。で、コストコにプルコギがあるから、家族でコストコに行くとプルコギを買って、で、量がすごい多いじゃないですか。コストコはアメリカのスーパーなので、量がすごく多いので、それをジップロックに入れて、冷凍しておいて、食べたい時に食べるっていう風にしてたので、プルコギ自体は日本で食べたことがあったんですけど、その韓国の本場のプルコギっていうものをその時初めて食べたんですね。で、特別な鍋、山になってて、グイってなってる。
で、その特別な鍋でお店の人が肉を焼いてくれたんですけど、それがすっごく美味しくて、はい、感動したのを覚えています。はい。そして、その後大学に入ってから、私は韓国語の勉強を始めました。で、その時、始めた理由は、修学旅行がすごく楽しかったので、大学生になってからもまた行きたいなって思って、で、その時言葉が分かったらいいなと思って、なんとなく選んだんですね。そしたらどんどんハマっていきました。で、韓国語の勉強を始めたら、もうすごく韓国に行きたくなったんですよ。はい。それで大学の春休みに1ヶ月韓国に短期留学に行きました。短期留学というのは短い期間の留学ですね。はい。韓国語を勉強しに行きました。語学留学です。で、その時はですね、もう当時、その時ですね。当時というのはその時という意味です。当時、日本人の中で流行っていたことを全部しました。2016年ぐらいに流行っていたことを全部しました。まず、コンビニに行ってバナナ牛乳を飲みました。はい。私はあんまり牛乳が好きじゃないんですけど、それでも飲みましたね。はい。なんかこう、憧れだったんですよ。韓国のドラマにも出てくるし、SNS でもよく見ていたので、絶対に飲みたいと思って、バナナ牛乳を飲みました。日本にも似たような飲み物で、いちご牛乳とかコーヒー牛乳はあるんですけど、なんか韓国で売られている感じとはちょっと違うんですよね。はい。なんか、日本のコンビニだと、そんなにたくさん牛乳は売ってないと思います。はい。ただ、韓国のコンビニには、すごいたくさんの種類の牛乳が売ってるじゃないですか。なので、初めて行った時はすごくびっくりしました。で、いろいろな種類があるんですけど、バナナ牛乳が一番有名だったので、バナナ牛乳を飲んでましたね。ただ、バナナ牛乳の近くに、いちごの牛乳もあるし、チョコの牛乳もあるし、本当にいろいろあって、しかも、パッケージのデザインが全部可愛くて、なので、毎日いろいろな味を試していた思い出があります。はい。なので、牛乳を飲むっていうのは、当時しなければいけないことでしたね。はい。そして、ミョンドンにあるラインフレンズのお店に行って、おっきいクマと一緒に写真を撮りました。はい。韓国に行った友達はみんなラインフレンズのショップに行って、クマの上に乗って写真を撮るっていうことをしていました。はい。で、その写真を見ると、韓国に来たっていう実感が湧くんですよね。面白いですよね。そして当時はカロスキルという場所が人気で、カロスキルに行って買い物したり、カフェに行ったりしましたね。なんかすごく覚えてるのが、たくさんの種類のチーズケーキが売られているカフェがあったんですよ。なのでそのカフェによく行っていた気がします。はい。とにかくおしゃれなカフェがたくさんあって、カフェをはしごしていましたね。はしごするっていうのは、一つ目のカフェ行って、二つ目のカフェ行って、三つ目のカフェ行ってっていうのをはしごすると言います。カロスキルでカフェをはしごしていた思い出があります。あとはですね、カロスキルといえば、3CE のお店があったんですよ。化粧品のブランドですね。で、3CE のお店があって、そこにも行きました。なんか日本人の中で行かなければいけないスポットだったんですよね。懐かしいですね。はい。あと、当時は化粧品をたくさん買って帰っていました。はい。今は簡単に日本で韓国コスメを買うことができます。ネットでも買うことができるし、あとはロフトのような場所でも買えますね。はい。なので簡単に日本で韓国コスメが買えるようになったんですけど、コロナの前は日本だとなかなか買えなかったんですよ。はい。ネット上にも確か公式サイトとかがなかったんですよね。なのでなかなか手に入らなかったイメージがあります。ただ私は当時から韓国コスメに興味があったので、買いたいって思った時は
新大久保に行っていました。新大久保っていうのは東京にある有名なコリアンタウンですね。で、新大久保にそういう韓国コスメが売っている化粧品のお店があって、そういう場所に友達と行って買ってましたね。ただ、もちろん値段も高いし、あとは韓国で今出ている新しいコスメっていうのは買うことができなかったんですよ。やっぱりそこから日本に渡ってくるので、時間がかかってたんですね。なので、なかなか買えなくて、だから韓国に行ったらみんな、たくさん化粧品を買って帰っていました。懐かしいですね。これは10年前ぐらいの話ですかね。最近だと何ですかね。日本人の中で流行っているもの。韓国に行ったら、ビオットですかね。ヨーグルトです。コンビニで買うことができるヨーグルトがすごく人気があります。はい。ちなみに私も毎回韓国に行ったら食べています。あれ美味しいですよね。もう本当に大好きです。はい。なんか日本でもヨーグルトは売ってるんですけど、ビオットみたいにクッキーとかチョコとかを中に入れて混ぜるっていうスタイルのヨーグルトはまだあんまりないんですよね。はい。なので早く日本のコンビニでも買えるようになってほしいです。あとはですね、メイクサロンに行ってアイドルのメイクをしてもらうっていうのも流行っています。はい。なんか朝とかにメイクをしてもらって、で、そのアイドルのメイクをした状態で一日遊ぶっていう感じですかね。はい。楽しそうですよね。私が知らないだけで日本人の中で流行っていることってまだまだたくさんあると思うので、気になる方は YouTube などで韓国旅行 Vlog と調べてみてください。はい。そしてここからは今回の私の韓国旅行について話していこうかなと思います。写真をお見せしながらお話ししますね。今回もすごくいい旅行でした。今回もすっごくいい旅行でしたね。はい。まず空港に着いたら、私はコンビニでキンパを買って食べました。なんか韓国のコンビニで売っているキンパが私は結構好きなんですよ。はい。日本のコンビニでは買うことができないですね。キンパ。はい。なんかいろいろな種類があるじゃないですか。なので空港に着いたら、まずはコンビニに行って、キンパを買って食べることが多いですね。今回はこのキンパを食べました。はい。プルコギって書いてあって、プルコギだと思ってプルコギ好きなので、これを食べたんですけど、美味しかったです。はい。で、その後、空港バスに乗って、ホテルに向かいました。はい。前は、新幹線みたいな電車があるじゃないですか。早い電車？その電車に乗ってソウルの中心まで行くことが多かったんですけど、そうすると地下鉄に乗らなきゃいけないじゃないですか。はい。で、旅行してる時って荷物も多いし、その状態で地下鉄に乗るっていうのが結構ストレスだったので、最近はバスを使ってます。はい。すごく快適です。はい。で、バスに乗って窓から外の景色を見るっていうこの時間がすごく好きなんですよね。今回も空港バスに乗って、のんびり外を見ながらソウルの中心に向かいました。で、今回私はミョンドンのエリアに、泊まりました。日本人といえばミョンドンですよね。はい、なんかミョンドンはすごく落ち着くんですよ。はい、いろいろなところに行くのにアクセスもいいので、よく泊まっています。で、今回もミョンドンに行って、ミョンドンにあるお店をいろいろ見てました。はい。私、可愛いものが大好きなので、なんか、携帯につけるストラップとか、アクセサリーとか、そういうものを見ると癒されます。なんか最近はこの、小さい動物のふわふわしたシリーズのストラップが人気があるんですかね。たくさん売っていました。可愛かったです。はい。で、その後、友達に会って一緒にご飯を食べてきました。はい。で、その時に行ったレストランが、なんかちょっと日本っぽい雰囲気のレストランでした。友達のおすすめで行ったんですけど、はい。すごく日本っぽくてびっくりしましたね。
中の雰囲気もすごく良かったです。はい。私はこういう雰囲気が大好きなので、嬉しかったですね。で、まずは飲み物を頼んだんですけど、飲み物が入っているコップが面白かったんですよね。なんか黒い壺みたいなものに入って出てきました。はい。そして味もすごく良かったです。で、料理は定食みたいなものを頼みました。セットですね。鍋があってご飯がある。そんなセットを頼みました。はい。もうすごい私こういうスタイル大好きなんですよ。いろんな種類の料理が食べれるっていう、そういう定食がすごく好きなので、私の好みの定食でしたね。で、その時に食べたご飯がですね、ご飯の中にトマトと昆布が入っているっていうものだったんですね。この組み合わせ、正直私初めて食べました。日本ではなかなかないんじゃないかなと思います。そしてすごく私が好きな味でした。ぜひまた韓国に行った時にはこのレストランに行きたいですね。はい。そしてその後友達とプリクラを撮りました。はい。日本にもプリクラはあるんですけど、日本のプリクラって、なんかこう目がすごく大きくなったりとか、顔がすごく小さくなったりとか、そういう加工が特徴的なんですけど、韓国のプリクラって、なんか自然なんですよね。ちょっと肌が綺麗になるぐらいの、すごく自然な、はい、写真になるので、私は好きです。はい。友達と思い出に撮ろうって言って撮りました。で、その後はカフェに行きました。韓国って夜までやってるカフェがたくさんあるのでいいですよね。ヨンドンにあるカフェに行ってきました。で、デザートがたくさんあったんですよ。いろんな種類があって迷ったんですが、はい、私たちはクリームブリュレと、あとはチーズケーキ、はい、なんかチョコバナナチーズケーキみたいな名前だったと思います。チーズケーキの上にチョコとバナナが乗っているっていうそんなケーキを頼みました。はい、すごく美味しかったですね。カフェの雰囲気も良くて幸せでした。で、ミョンドンのエリアって外国人が多いじゃないですか。私も外国人なんですけど、外国人が多いのに、このカフェには韓国人が多かったんです。はい。なので、韓国の人にも人気がある、そんなカフェなのかなって思いました。そして次の日はですね、ヘファという場所に行きました。ヘファ駅ですね。私はさっき1ヶ月韓国に短期留学をしたって言ったじゃないですか。その時に住んでいた場所がヘファだったんですよ。なのでちょっと思い出の場所だなと思って、今回久しぶりに行ってきました。で、ヘファに映画館があるんですけど、この映画館も私にとって忘れることができない場所です。なぜかというと、留学していた時に韓国で映画を見たいと思って、映画館に行って映画を見たんですけど、その時私は韓国語が全然できなかったから、本当に映画の内容がわかんなかったんですよ。その時のことはちょっと忘れられないですね。ああ、あの時の映画館だと思って写真を撮りました。はい。で、その後、なんか近くに良さそうなカフェがありそうだったので、地図を見ながらカフェに向かいました。この写真は韓国の何気ない道で撮った写真なんですけど、私ここを歩いていた時に、すごいワクワクしたんですよ。なぜなら、この雰囲気が韓国ドラマの中っていう感じだったからですね。はい。もしかしたら日本語を勉強している方も共感してくれるかもしれないんですけど、なんか日本人にとってはもうほんと毎日見ている景色なんですけど、でもそういう街並みって、外国に住んでいる方にとっては、うわ、アニメの中の日本だとかドラマでよく見る景色だってこうワクワクするような場所じゃないですか。それと同じですね。はい。私はこの道を歩いていた時すっごいワクワクしましたね。はい。そしてカフェに到着しました。で、カフェで私はアイスカフェラテとクロッフルを頼みました。クロッフル、本当に好きです。私。はい。クロッフルっていうのは、クロワッサンとワッフルが
合わさったデザートですよね。クロワッサンをワッフルの機械で焼いているんですかね。はい。とにかくこのデザートをあんまり日本では食べることができないんですよ。でも韓国のカフェに行くとよくあるじゃないですか。なので私は見つけるとつい頼んでしまいます。で、今回このカフェでもクロッフルを頼んだんですが、クロッフルの上にアイスが乗ってて、で、その周りにバナナが置いてあったんですけど、もう最高でしたね、この組み合わせ。はい。もう本当に美味しかったです。クロッフルは私すごく好きなので、日本でも見つけたら食べたりするし、今回じゃなくて、前に韓国に行った時も何回か食べたりしたんですけど、今回のこのクロッフルが一番美味しかったです。はい。また機会があったら行きたいなと思います。そしてその後ですね、私は CD ショップに行きました。SM エンターテイメントっていう芸能事務所っていうんですかね。歌手の事務所がやっているショップに行ってきました。そしたらすごく可愛い展示がされていたんですよ。はい。このアイドルグループは知ってるんですけど、この新しい曲は知らなかったんですね。知らなかったんですけど、あまりにもアルバムが可愛くて買いました。はい。こういうのを何というかというと、パケ買いと言います。パッケージを見て可愛いと思ったから買うということですね。はい。中の曲を知っているとか、このグループのファンだとか、そういうわけじゃなくても、パッケージを見て、すごく可愛いと思って欲しいと思って買うっていうのをパケ買いと言います。はい。でも私このグループ好きです。可愛いのですごく好きです。はい。で、今回はこのアルバムを買って帰ってきました。はい。今、早速部屋に飾ってるんですけど、なんか本の形なんですよね。で、横にリボンがついてて、開けると、中にいろいろ入ってるんですけど、缶バッジが入ってたりとか、あとは本が入ってたりとかして、可愛すぎますよね、これ。はい。そしてカードも入ってます。うん。写真とかもたくさん、もちろん CD も入ってますね。もうこのデザインとか世界観とかが可愛すぎて、買ってしまいました。前のラジオでも言ったんですけど、毎回旅行するたびに、可愛いって思って、アルバムを買ってしまうんですよね。はい。でもこれすごく気に入ってます。はい、満足です。そしてその後、友達と一緒にソンスという場所に行きました。最近韓国ですごく人気がある場所ですよね。で、友達がスタンドオイルっていうカバンのお店で買い物していたので、私もついていこうと思ってついてったんですが、気づいたら私も買ってました。はい。これは旅行あるあるですよね。旅行あるあるっていうのは旅行でよくあることという意味です。何々あるあるっていうのは日本人よく使うと思います。はい。そうですね。旅行あるあるですね。買おうと思ってなかったんですが、買ってしまうっていう。はい。そんなこともしました。そしてその後、友達と一緒にカムジャタンを食べに行きました。私実は初めて食べたんです。カムジャタン。どうして初めてかというと、私ピーナッツアレルギーなんですね。ピーナッツアレルギーなんですけど、その留学の時に、韓国に来た時に、ソルロンタンっていうスープの料理を食べたんですよ。で、その料理を食べたら、実は中にピーナッツが入ってて、ちょっと大変なことになったんです。で、それ以降、外国でスープ系の料理を食べることがすごく怖いって思うようになってしまって、それでカムジャタンとかも食べてみたかったんですけど、食べれないっていうのが続いてたんですが、今回、しっかり店員さんにチェックしたら、ピーナッツは入ってないって教えてくれたので、食べてみました。そしたらすごく美味しかったです。はい。初カムジャタンでしたね。はい。そして私がすごく好きな味でした。そんなに辛くもなくて食べやすかったですね。ぜひまた韓国に行ったら、はい、カムジャタンも食べたいですし、他のスープ系の料理も
しっかり店員さんにアレルギー確認してから、はい、大丈夫だったらぜひ食べてみたいなと思います。はい、美味しかったです。はい、そしてカフェにも行きました。なんか韓国の伝統的なお菓子をアレンジしたそんなメニューがあるカフェでしたね。はい。ネットフリックスシリーズのウェンズデイという作品があるじゃないですか。で、その作品に出ているキャストさんも来た場所だったみたいで、はい、私ウェンズデイ、今シーズン1だけしかまだ見てないんですけど、すごく好きなのでワクワクしましたね。そして、注文したものが来たんですが、もう見た目が可愛かったですね。こう小さい、お菓子がお皿に乗っていて、もうすごい可愛いなって思いながら食べました。はい。そして次の日なんですけど、次の日私は友達と一緒に香水を作りに行ってきました。いつかこのようなワンデイワークショップに行ってみたいなってずっと思ってたんですよ。はい。韓国語ができるようになったら行ってみたいなって思ってたんですけど、なかなか機会がなくて、行けてなくて、今回ついに行くことができました。で、今回は香水を作ったんですが、まずその場所がとっても綺麗だったんですね。目の前に大きい窓があって、その窓から外を見ることができたんです。で、ここがあった場所がアングクっていう場所だったんですけど、アングクってその伝統的な韓国の建物が残っている場所なんですね。昔からある韓国の建物が残っている場所で、その建物を見ながら香水を作っていました。はい。で、こう建物の屋根、上の部分ですね。建物の屋根が見えてたんですけど、その屋根の上を猫が歩いたりしてるんですよ。もうそれを見ながら香水を作るっていう、すっごく癒される時間でしたね。忘れられないですね。はい。で、香水作りは思ったよりも大変で、しなければならないタスクはたくさんあったんですけど、すごく楽しい作業でした。はい。で、最終的に出来上がった香水がこれなんですけど、はい。もう私この匂いすっごく気に入っています。はい。すごいいい匂い。やっぱ自分で作ったのもあって、すごく好みの匂いですね。すごく好きな匂いです。なので最終的にできた香水もすごく気に入ったし、その香水を作っている時間も最高だったし、本当に忘れることができない時間でしたね。はい、またぜひ機会があったらこのようなワンデイワークショップに行ってみたいですね。私はハンドメイドがすごく好きなので、興味があるワークショップがたくさんあるんですよ。なのでまた次回旅行行った時も何かしらのワークショップをしたいなと思ってます。はい。で、香水を作った後はパン屋さんに行きました。アーティストベーカリーというパン屋さんですね。塩パンのお店でした。ノーマルの塩パンだけじゃなくていろんな種類の塩パンがあって、本当に面白かったですし、選んだパン全部が美味しくて感動しました。はい。日本にも塩パンはあるんですけど、そのノーマルな塩パンだけっていうイメージなんですよね。その塩パンのチョコとか、塩パンのなんかレモンとかそういう風に商品が展開されるっていうことはあんまりなくて、塩パンは塩パンっていう感じなので、すごくこのカフェのコンセプトが私にとって新鮮で楽しかったです。はい。美味しかったですね。またぜひ行きたいです。で、カフェの中もすっごく可愛かったです。なんか、この飲み物に貼るシールとかも実際に絵が描いてあったりとかして、私はそういう、小さいポイントにすごく魅力を感じるタイプなので、もう大好きだなって思いながらお店の中をこう見ながら、はい、美味しいパンを食べてきました。っていう感じで楽しく旅行を終えたんですが、最後空港に行ったら、この本を見つけたんですよ。はい。で、今部屋に置いてるんですが、この本ですね。はい。で、この本は、さっき言ったアーティストベーカリーを作った方の
本です。うん。なので、これ絶対に読みたいと思って空港で買ってしまいました。一目惚れですね。はい。で、中には写真とかもたくさんあるんですよ。まだ全然読めてないんですけど、これから少しずつ読んでいこうと思います。こんな感じで写真が中に挟まってたりとかして。うん。はい。すごく楽しみです。これから読むのが。こんな本も最後に空港で買いました。っていう感じですかね。話していたらすごく長くなっちゃったんですが、今回の韓国旅行も最高でした。またきっとすぐ行くと思います。はい。ということで、今回は韓国の旅行について話してみたのですが、いかがでしたか？皆さんは韓国に行ったことがありますか？はい。皆さんも最近どこかに旅行に行きましたか？ぜひコメント欄とかで教えてください。そして私はですね、YouTube のメンバーシップもやっています。初級の方には Vlog で勉強できるような、そんな動画をアップしています。中級以上の方にはゲームの動画だったりとか、あとはタメ口の動画をアップしたりしています。はい、最近はタメ口の動画では基本的に食べ物何かを食べながら、はい、話すっていうことをしています。その季節によって期間限定のものとかもあったりするので、そういうなんか美味しいものを買ってきて食べながら話すっていうことをしていますので、ぜひ気になる方はそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。